東洋 Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station. それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。本日の学生はカナダ出身のマイヤさんです。 Bonjour, je m'appelle Maya, ravi de vous rencontrer. ありがとうございます。マイヤさん、今カナダ出身だと聞いたんですけれども、カナダたくさんね、有名な町があるけど、どこの町出身なんですか？モントラルの出身。なるほど。さっきの自己紹介がフランス語？フランス語。英語とか2カ国語を使うって聞いたんだけど、モントリオールはフランス語。あ、そうなんだね。ケベック州にあるフランス語のエリアっていうことですね。はですね、フランス語ちょっと今回2回目で、この間ベルギーの学生にもフランス語を教えてもらったところなんですけれども、ヨーロッパのフランス語とカナダのフランス語って違うところがあるんですか？あ、そう、ちょっと違う。例えばどんなところ？例えばケベックの言葉があるけど、ケベックだけの言葉です。なるほどね、ケベックだけの言葉とヨーロッパだけの言葉もあるから、同じフランス語だけどちょっと違うところがあるんだね。例えばさ、教えてほしいんだけど、さっき言ってた今何してるって。フランス語の発音は、Qu'est-ce que tu fais？ けど、ケベックのは Qu'est-ce que tu fais？ おお、皆さん分かりました？今の違い、微妙な違いちょっとありましたね。もう一回お願いします。フランスの方のフランス語は Qu'est-ce que tu fais？ そしてケベックの Qu'est-ce que tu fais？ちょっとケベックの方が短いそうのかな。それってさ、ケベックの人が今何してるのって言います。フランスの人は分かる？分かる。フランスの人が言います。ケベックの人も分かる。あ、お互いに分かるけどちょっと違うなって思うんだ。はい。アメリカの英語とイギリスの英語がちょっと違うのと似てるのかな。そうです。なるほど。ありがとうございます。じゃあ今日はマヤさんにケベックのフランス語を教えてほしい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところでさ、カナダってなんかすごく多文化なイメージがある、いろんな文化があるイメージがあるんだけど、モントリオールはどう？いろんな国の人が住んでる？たくさん外国人があります、モントラルに。あ、そうなんだね。ちょっとトロントみたいです。あ、そうなんだ。マヤさんが住んでいた場所もそういう感じ？モントラルの近くに住んでるけど、もっとカントリーサイド。カントリーサイド。日本語で言うとね、それね、田舎って言ったりするんだけど、結構自然が多い感じのところなのかな。なんだ、そうなんだ。例えば山があったりするの？山、川？川？なるほど。川があったり、森？はい、森があったりする。森たくさんある。そうなんだ。そっかそっか、森があるんだね。カナダといえば、森といえばメープルシロップ？はい、もちろん。そうなんだ。私もなんかカナダに行った友達からメープルシロップのメープルのクッキーとかお土産たくさんもらったことがあるんだけど、本当にさ、カナダの人ってメープルシロップよく食べるのかな？多分毎日食べるの？そうなんだ。私はメープルシロップいつ使うかなって思うと、ホットケーキ、パンケーキを食べる時にかけるくらいしかちょっと思いつかないんだけど、カナダの人はどうやって毎日食べるの？ヨーグルトと朝ごはんで、朝ごはんにヨーグルトにかけて食べます。そしてデザートと食べる時、アイスとかのデザート食べる時もかけて食べます。お料理にも使う？時々肉と使う。肉に？肉の味はメープルシロップ。そうなんだ。じゃあ甘い肉の料理？そうです。そうね。ちょっと私想像つかない。美味しい？それ。そうなんだね。なんかさ、よくさ、日本の料理は結構甘いですって言われることが多いんだけど、マヤさん日本の料理はどう？食べてみて。たこ焼きとかおにぎりとか、もちろんラーメン好き？大好きです。そうなんだ。枝豆もたくさん食べています。枝豆ってカナダにあるの？カナダに枝豆がないから。そうなんだ。じゃあ日本に来て枝豆食べる。言葉の話をちょっと聞いていきたいなって思うんだけど、マヤさん小学校も中学校も全部フランス語？
全部フランス語で。他の言葉は？英語とスペイン語も。あ、そうなんだ。じゃあフランス語で育ってきて、で外国語として英語と勉強する。学生時代に3つ勉強するんだ。で、フランス語で考えるの？それとも英語で考えるの？いつもフランス語。フランス語とスペイン語はマヤさんから見ると結構近いのかな？近い。文法とかもちょっと近い感じ。友達たくさんいると思うんだけど、どうですか？全部わかるけど、話すときちょっと言葉を探しています。なるほどね。聞いたらわかるけど、話すときはちょっとって考えながら話します。あ、そうなんだそうなんだ。でもさ、フランス語をまず話すでしょ。で、英語も勉強しました。スペイン語も勉強しました。日本語ってそう。全然違う言葉だよね。あ、そうです。なんで日本語勉強しようと思ったのかな？日本に住んでいたから、そして漫画を読むとき、日本語の言葉があるから、その言葉、勉強したいなと思った。そう。漫画を読んでて、日本語に興味を持ち始めたんだね。はい。日本語をじゃあ勉強してて、そんな言語をたくさん勉強してきたマヤさんでも困ることってありますか？これが難しいなって思うことって漢字は全部難しい。そっか、そうだよね。英語とフランス語とスペイン語は違うけど、ちょっと文字は似ていますね。だけど日本語の文字は全然違う。違うね。そうか、どうやって覚えるの漢字？漫画で飲みます。そっかそっかそっか。そしてちょっと書きますけど大変ですから。でも漫画読んでいて、あ、この漢字なんだろうって思って調べたりだとか、ちょっと真似して書いたりだとかしながら覚えていくんだ。好きなこととちょっと苦手なこと、難しいことをミックスさせてやっていくのはいい勉強法かもしれないですね。じゃあさ、ちょっとぜひね、ケベックのそのフランス語を教えてほしいなって思うんだけど、今日マヤさんどんなフランス語を教えてくれますか？例えば、j'adore les edamame。今さ、なんかちょっともう一回言って。j'adore les edamame。枝豆って言った？あ、そうです。枝豆って言った。どういう意味？枝豆大好きです。ああ、なるほど。それはじゃあマヤさん、好きなものを言うときにj'adore les edamame。枝豆、j'adore les枝豆って言えばいいのね。なるほど。じゃが何？je はje。それは私。あ、じゃあは私。adore は大好き。adore は大好き。les 日本語でないその言葉。枝豆が女性か男性かがレかな。あ、男性？枝豆は多分男性。なんかレになるんだ。ジュドレ枝豆。ジュドレ枝豆。合ってる？レ枝豆。レ枝豆。おお、ありがとうございます。どうだろう？ジュドレ枝豆。じゃあこの枝豆を別の言葉に変えれば、私は大好きですがいろいろ言えるんだね。j'adore les maple syrup。あ、j'adore les sirop d'érable。それは何？メープルシロップってなんて言うの？シロデハブル。シホで？シロデハブル。シホでハム？デハブル。デハブル？あ、そう。デハブル？あ、メイプルがどこにもないんだね。そう。じゃあ日本人がメイプルシロップって言ってるけど、カナダの人からするとメイプルシロップじゃないよ。シロデ？シロデハブル。メープルはエハブル。シホデハブ。あ、そうです。これはすごく大きな発見です。じゃあ私がもしカナダに行ってメープルシロップお土産で欲しいです、スーパーの人にメープルシロップって言っても、多分スーパーの人は何ですかってなるんだ。あ、多分。そうなんだ。知らなかった。勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ今日のフランス語です。私は枝豆が大好きです。10ドレ枝豆。j'adore les edamame。10ドレ枝豆。ありがとうございます。じゃあマヤさん、私の枝豆大好きです。このフランス語0点から100点何点ですか？もう一回聞きたい。オッケーいきますよ。
ジュどれ枝豆70点本当多分ありがとうございます。70点いただきました。ちょっとフランス語2回目なんでね、ぜひぜひちょっとどんどん覚えていきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあマイヤさん、それでは東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生のナウスタディインジャパンレディオステーション、カナダのマイヤさんの好きな曲を教えてほしいんだけど、フランス語の曲で今日紹介してくれるのはどんな曲？はい、私の一番好きグループはインドシン。それはフランスのグループですけど、そうなんだ、ケベックにも人気があります。はい、リトルドールズ、リトルドールズ、曲の名前。なるほど。小さい人形。そうそう。これは、フランスのバンド、はい。だけどケベックでもすごく人気があるんでね、どんな曲なんですか？ちょっと、寂しいの曲です。女性と男性の、これラブが離れます。そう、そんな感じ。ラブが終わります、女性と男性のラブが終わりますっていう曲なのかな。じゃあちょっと悲しいテーマの曲なのね。OK、じゃあそんな曲の紹介をお願いします。私のフランスの好きな曲はアイドシンのリトルドーズです。よろしければ聴いてください。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わって放送をお送りします。ここからのコーナーはこれ、学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して、留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。マイヤさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は私カナダに住んでたことがあるんですよ。本当？そう、どこですか？バンクーバーでした。どうだった？すごく森がありました。そこは多分はい、マイヤさんのモントリオールとすごく似てると思うんですけれども、同じようにやっぱりいろんな国の人が住んでいました。やっぱり西と東で逆側のサイドだったので、冬モントリオールはとっても寒いですね、雪がたくさん降ると思いますだけどバンクーバーは雨がとっても多かったです。雪はそこまで積もらなかったかな。なんかやっぱ日本人からするとカナダって聞くだけですごく寒いところっていう、冬すっごい寒いっていうイメージがあると思うんですけど、多分そのイメージに当てはまるのがマイヤさんの故郷モントリオール、雪がたくさん降ります、でもバンクーバーはあんまり0度以下に気温がならない。雨がとっても多かったですけど、まあ過ごしやすかったです、なんかさっき石川先生とメープルシロップの話をしてました。お肉にもメープルシロップかける、とても美味しいです。味がマイルドになりそうですね、私もカナダにそのバンクーバーにいた時は、メープルシロップがやっぱりそのお世話になっていたホストファミリーのお家にあったんだけれども、メープルシロップすごくカナダで買うと安い、安い。だけど日本で買うとちょっと高いよね、なんかその時に私が感じたのは、日本の醤油ソイソースが、そのカナダのねバンクーバーのスーパーマーケットに置いてあったんだけど、そのソイソースの値段がとっても高かったんですよ。本当？だから日本で醤油を買います、でもカナダで醤油を買うととっても高いが、多分メープルシロップはカナダで買うと安いです、でも日本でメープルシロップを買うととっても高いです、とちょっと似てるなと思い出しながら話を聞いてました。マーヤさんは結構日本でスーパー行きます？スーパーマーケットは。セブンイレブンはもっと便利だと思いますけど、コンビニの方がね、スーパーより便利。コンビニが好きな理由ある？もちろんおにぎりが大好き。そうだ、ツナマヨそうおにぎりも売ってるし、そして枝豆もちろん枝豆も売ってる、そうだよね。日本のコンビニとかスーパーってそのおにぎりとかお弁当とかすでに作ってあるもの、あと食べるだけです
のものがとっても安い、安く感じる、けどカナダでそれは高い。だってカナダのカフェとかコンビニで売ってるなんかサンドイッチとか、1000円ぐらいした10バックスぐらいしたのがちょっとびっくりだった。逆にね、スーパーのその野菜とかお肉とか果物とかを自分で買って料理をしますだと日本はちょっと高いなっていう感じ。ああ、そうですね。だからまあできてるものを買った方が安いし美味しい。そうだよね。なんかカナダのスーパーマーケットは野菜とか本当に果物とかすごい安く売ってたイメージがあります。材料を買って自分で作るのともうできてるもので食べちゃうのと、まあ時間もねお金もね全然違うなっていう感じがする。で、マイヤさんのお気に入りはコンビニのツナマヨと枝豆それがあればもう満足。マヤさん初めて日本でコンビニに行った時にびっくりしたことあるっていうふうに聞いたんだけど。店の人はもう優しいです。優しい、コンビニの人も優しい、そしていつも挨拶します。例えば、いらっしゃいませ、いつも今マイヤさんの真似がすごい上手なんだけど、そうそう、いらっしゃいませって、そうだよね、言って、しかもなんかお辞儀をするんじゃない、日本人は。なんかいらっしゃいませ、カナダにそれはないお辞儀をするっていうことがない、カナダでじゃあ例えば、お洋服屋さんとか行った時に何も言わない？お店の人は。いや、何も言わないじゃあお店にお客さんが入ってきてもふーんって感じ嘘、多分ボンジュール、こんにちは、こんにちはだけ日本はいらっしゃいませって言いながらお辞儀をしてくれるっていうのがちょっとびっくりした話、学校もね、授業始まる時、それもお辞儀するよね。よろしくお願いします。それもカナダにそんなことないカナダの学校はカナダはじゃあ授業始まる時はチャイムは鳴る？それは同じか。よろしくお願いします。そしてその後ありがとうございます、ありがとうございました。それはびっくりしたカナダの学校ではそんなのないんだね。ない。じゃあもうチャイムが鳴ったら先生が来て、じゃあもう授業始めるよみたいな流れる感じですね。どう、もう慣れたかな？めっちゃ丁寧です。もうマイヤさんもじゃあお願いしますっていうのをもう自然にできる、ナチュラルな。他にじゃあ東洋言語学院 TLS に通ってみて、これはカナダと違うって思ったことありますか？例えば、学生と先生の関係、例えば、先生はいつも体は大丈夫ですか？そして警察の質問がありますけど、カナダに学校、そして勉強の質問だけがある。カナダの学校では先生に質問するのは、授業のこととか、勉強のことだけだけど TLS に来たら授業じゃないこと、生活のことで困ったこととか、健康のこと、体が元気ですかとか、そういうことも聞いてくれる。そこが全然違うんだね。私たちもやっぱり留学生の皆さんはね、家族と離れて初めて日本に来る人もたくさんいますから、その人たちね、学生の皆さんがなんか困った時、ちょっと具合が悪いなって思った時とか、何かトラブルに巻き込まれてしまった時に頼りになる存在、TLS の先生に言えば解決してくれるって思ってもらえるような関係でいたいなと思ってるんですね。だから日本語の勉強のことじゃなくても心配なこととか悩み事があったらいつでも相談してくださいねっていうふうに伝えさせてもらってます。あとはどう？じゃあ実際の日本語の授業を TLS で受けてみて、なんか授業の進め方とかはカナダの学校とどうですか？日本で学生はたくさん
質問があります授業で、けどカナダにみんなはノートを書きますだけ、それだけです。先生がいろいろ説明をして、ノートを学生は取ったりとか、先生の話を聞くがメイン、だけど TLS での勉強はこう学生が授業中にいっぱい質問します、で先生もそれに答えてくれる、インタラクティブな感じ、そういうふうにするとじゃあ勉強してるなって感じがする、そうか日本ではねそういう授業の進め方とか TLS はもうずっとねそういうスタイルでやってきてるから、なんか私たちにとっては当たり前みたいに感じるようなことがマーヤさんとか初めてね日本で授業を受ける人とかにとってはとても新鮮で、でもちょっとあれどうしたらいいんだろうって戸惑う、ことになるんですね。わかりました。マーヤさん今日はたくさんエピソードありがとうございました。私はここまでで石川さんにお返しします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではマヤさんそろそろお別れの時間です。さっきはとっても切ないフランスの歌を紹介してもらったんですけど、今度は日本の歌も紹介してほしいです。マヤさんの好きな日本の歌を紹介してください。私の一番好きな日本の歌はイブの夜はほのかです。ビートはとてもいいと思います聞いてください。Toyo Language School presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station